お疲れ様でした。今日お疲れ様でした。どうですか、あやさんから見て今日の思い、今のそうですねもうね、忘れちゃう悔しいがもう悔しいが込み上げてくる。忘れてる時はいいんだけどね、ところどころパッて思い出す、ね、俺は常に思い出してる確かに竹谷さん見てたらふとした時にちょっとはぁっていう感じが、ため息がね、まあ多分2ヶ月ぐらいはため息ついてるかもしれない。やめて年内は気づけばってやってるかもしれない。いやでも本当に悔しかったね。いやね、まあそのスタート前っていうか昨日か、にここを痛めてさ、朝というかやった直後から俺もう明日絶対無理だと思ってでまあそれから治療してくれる人がいてくれてで日置からも筋肉を柔らかくするダラーってやつを借り入れたっていうのは自分の中で良かったかなと思ってでこれなら俺群馬で練習したことができるっていう自信があったんよ。スタート位置で何回もスタート位置でこうやってダーンダーンみたいな右足をついたけど違和感が全くなくなったんよ。あんだけ昨日寝返り打っても痛かったのよ。それがこう結構ね見てたから分かると思うけどクワッドの練習した時にスコーンって抜けてこう終わったなと思って一発目ですね足が全く動かない状況なのに動かすことができる状況にしてくれた人のおかげっていうのがあってスタートしたら体がめちゃめちゃ軽かったのよ。全然動き違かったもんね。まあその辺はね俺の中では普通の動きをしたつもりだったのよ。まあその辺はまあ見てる側の意見でしょ。そう、もう見てて不安になるぐらい動きが違かった。逆にむしろいやほんと軽すぎた体が、全く痛くなかったんだよ。足も、肩もねテーピングをケントがしてくれて全く不安がなかったから、これはフィッシュボーンをやり終えたフィッシュボーンの時にすごいタイミングで来たなっていうのもあったんだよね。それでどうしてもその足のことが体は軽いなって思ったけどでも反り立つ壁の時にどうなるか分かんないからそこで時間を残さなきゃいけないっていう思いがあったから急がなきゃいけない、飛ばせるところは飛ばしたいっていう思いがあったんでフィッシュボーンパーンって飛ばしちゃった一本ね。でドラゴングライダー行った時に飛んで捕まった時に本当俺声出そうかなと思ったよ。もらったと思って絶対飛べるっていう全てが見えてたもんね。だから俺がドラゴンやった時に捕まってからの姿勢と伸ばすっていう姿勢と当たる前に俺は右のエンドのとこだけ見てんの。その時にエンドに来る前に離そうっていうふうに決めてたからその理想通りできたと思うよね。それはタイミング的には当たった後に離したかもしれないけど気持ちは当たる前に離そうっていうふうに思えたし、2本目のバーもしっかり見えてたし、冷静やったよね。で
もう練習通り、練習の最高のイメージでドラゴングライダーができたの。それでタックル行った時にそんなに押さなくてもいいっていうふうには聞いてたけど、早く行かなきゃいけないからもうゴリゴリ押してゴリゴリ押したけど全然足に来なかったから、まあ、これはもうやっぱ100日チャレンジの、ね、成果が出たなと、そうそう、いうふうに思って、足が上がっとったもんね、ちゃんとね。で反り立つ壁の上に立った時に足がいやこれいけるなと思って、一発目で行こうかなと思ったけど、いややめとこうと思って、まだ時間があるから2回行けるなっていうのが分かったから、ババって行って一回休憩しようかなと思ったら山田さんの声が聞こえたの、しっかり。一回行っとこうっつって、じゃあ一回行っとこうと思ってダダーって言ったらこっちの足がねスタート前全然上がんなかったじゃん、あの坂をさ。上がっても右足が蹴れないって言ってたけど、右足がポーンって蹴れたから、あこれ掴まれるわと思って掴まってやっちゃクリアできるけどブザーも鳴ってないのも分かってたし、すげえ冷静やったよね。そうでもなかったんやろうね多分結果は飛ばしちゃったからね結果失格ってね。結果はね。いやでも嬉しかったな。まあ失格にはなったけど、まあ、オールスターの中で俺だけだからねボタンを押したのはね、失格になったけど、まあ次につながるサスケになったかなっていうのは今までのサスケを終えた後に思う感じとは違うところかな。そうね。もう今までならもういいわサスケって思うところがちょっともう1年ちょっと頑張ってみようかなと。自分も見てて感動しました本当に。いえいえ、それはもう健人君のおかげです。いやいやいや、本当に俺がどんだけ100日チャレンジ嫌だったことかまた今日もやらなあかんのかって思いながらやった成果が出たなっていうのも分かったし、やっぱ、まあ、継続するっていうことがどんだけ大事なことなのかなっていうのが分かったサスケだったかなっていう。本当に怪我続きでしたもんね。前日にも怪我しましたし、寝れなかったんだよね、痛くてね、昨日。寝れなかった、本当に寝れなかった。いやでもまあその病院のね迫田先生と福島先生が結構やってくれたおかげで肩への負担は全くなかったかな。まあ、テーピングも健人が結構しっかり巻いてくれたっていうのもあるし、まあ本当に欲を言えばセカンドに行きたかったけど、見たかったね。行きたかったけど見たかったよ。まあオールスター4人出て楽しかったって言えば楽しかったかなと。まあみんなファーストで落ちたけどね。山田さんも復活してあそこまで行くとは思ってなかったし、正直。頑張ったよね、本当に。長野さんも初見で俺をドラゴンやってないからすげえ心配してたんだけど、まあその心配した通りになっちゃったし、しんちゃんはねトランポリンからまあ2つ目の
ドラゴンの飛び移りまでちゃんと行ったからね。楽しかった。まあこの中で一番若いっつっても45だからね、行かなきゃいけないっていう自負もあったし、なんかあるね。でも逆にどうでしたか？逆にサスケを初めて見たですか？いやまあ今回こう見れないかもってこう聞いてたんで、いやまあコロナだから仕方がないかと思ってたんですけど、運よくというか見れるんだってなって、こういざこう80番あたりからですかね。ちょっとそのマスクダサいよ。80番あたりからこう見させていただいて、やっぱりこうサスケオールスターズで出てきた時の多分いつもとこう観客人数少なかったかもしれないですけど、盛り上がりも結構違いましたし、もう見ててちょっと番号近づくにつれてちょっとそわそわしてきて、武田さんのテーピング巻いてる時から自分結構そわそわしてたんですけど、結構焦ってたちょっと焦って任せたもんね。自分は急がないといけないと思って急いで巻いてたらあと1時間休憩して入らせてみたいなね。いやでも今回本当に見れてよかったですね。ありがとうございます。いや出てみたいとか思わなかった？やってみたいとは思いましたけど、いやでもそれよりも確かに今日はもうワンチャンあるよ。いやワンチャン作ってやろうか。いやもう今日は応援の気持ちの方が強かったんで、いやもう見れて、いやもうあそこの肩とかのこういろんな不安があったんで、足とか、もう前日の足とかもあったんで、いやもうこのドラゴン行った後はもうこれは絶対いけるなと思って、まさかあそこで失格とは思わなかったですけどどうもすいません。いやでも本当に感動しました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。100日チャレンジのおかげです。またちょっと次回も期待してます。でも100日チャレンジやっててさ、コメントしてくれるサスケの常連の選手がね、ケント君とかね、俺は傍から見ててそれが嬉しかったけど、私もありがとうございます。すいません、自分がもう気づけばよかったです。でもこの100日チャレンジをしたおかげで俺も会う人に体がめっちゃでかくなったね。そうですね。ラガーマンみたいとかって言われて、私も言われたもん。ちょっと本番どう映ってるかわかんないですけど、確かに自分はフィッシュボーンのとこから見てて体格結構違くないかなと思って、こう周りとというか、やっぱりこうみんなサスケのトレーニングばっかり結構そうしてて、この大体俺サスケのトレーニングしなかったからそうでも見た目からなんていうか仕上げてきてるのかなっていう感じは見えましたけどね。そうでもね終わった後にね、川口とか、松田さんとかね、鈴木先生とか、そり立つ壁をクリアできなかった人がね、何やったんですかみたいな何やってきたんですかみたいな感じで、今言った3人はもう群馬で一緒にトレーニングしてる仲間だから、こんなやつが「何やってたんですか?」って言って「いやあいつにめちゃめちゃ鍛えられてたんですよ」ね、そんなこともよく頑張ってついていったよね。いやきつかったんだよ。いや分かってるよ。ケントがやるって言うからみたいな
でもケントいいですか、自分で取らなくて。いや大丈夫よ。はい。いやいや本当にね、たまには10時とかから始まった100日チャレンジもね、10時半とか夜ですね。きつかったよね、本当に。本当にお疲れ様でした。まあでもちゃんと身になったかね、あれは。いや今日その結果というか効果というかね、証明されたよね。まあさっきも、まあこの動画外で言ってたんですけど、結構やっぱこのまあいろんなコロナのダメージ大きく受けてるところが多かったと思うんですけど、自分は結構なんかその転機になったかなと。そうだね。コロナにならなかったら YouTube どころか100日チャレンジすらしてないんだよね。そうそう、今日話してたんだよね。まあね、それはその演出のユニさんにもまあ話をして、本当はやめようと思っとったサスケがまあ YouTube やることになって、でもその約束事でサスケネタはやらんよっていうね、最初に言ったでしょ。だけどやっていくうちにもうサスケの応援してくれる人がいるから、じゃあ頑張ろうかなっていうようになったのも、まあいい意味で言ったらコロナのおかげ。そうね。山田さんも長野さんも。そうよね。長野さんも出ていただきましたね。そうじゃなかったら、びっくりしましたね、本当に。そうじゃなかったらゴートレもしてないし、多分山田さんも長野さんも出てなかったんじゃないかなみたいな感じかな。そうだね。ああ、いやいや悪いことばっかじゃなかったかなと。確かにそう。はい。まあでも本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあまた来年。また来年。そうですね。また来年は一緒に出ます。一緒に？いや私じゃないよ。一緒に出ます。そうそう。そしたらケントもなんかこうまた違った目標ができて。いいや、見てて恐怖もありますからね。大丈夫大丈夫、やれ。やっぱりこの見てるだけと違って大丈夫。ファーストステージが変わらんかったらノウハウは全部教えられる。よし、来年楽しみやね。いやいやいや、こうご期待ね。横川君みたいなゴリゴリでもね出れるっちゅうのはまあそれもちゃんとしつつサスケの練習もしてみたいな感じ。そうそう。まあじゃあそんな風になったらいいかなと。次回楽しみが2倍になりそう。次回の撮影後の収録には多分ここに田中がいるかも。ああね、そうだね。そうなったら最高だね。出たいって言うと思いますよ。絶対出たいと思う。あぶり持ったりしてねえ。だからそんなだったら楽しいね。黒虎じゃねえけど、黒虎ではないな。なんか言ってましたよね、その何軍団でした。いやいやいや、でも俺でももしねもし作るなら、俺はもうその中のやっぱ俺は筆頭でありたいと思うから、出続けながらね。いやいや負けんよ絶対。負けないっていうつもりでやりますから、まあ結果失格にはなったけどまた思い出させる。次回につながるサスケになったかなと。ちょっと出たいっていう気持ちも芽生えたからな。感動しましたんで。はい。みんな見てたよ。ということで、また最後の2人の決めのいや逆のこれでいいよ。また来年もしよかったらケントも田中もでもね、エトセトラでもアグリがね。いやいやアグリも本当私がこう入る。はい、ということで、こっち側取れましたか。いやあれはひっくり返るのかな。はいはい、ということで
はい。100日チャレンジからの、2020、サスケ終了でした。はい、お疲れ様でした。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、さよなら。